皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は伊藤忠商事とトヨタ自動食器という強力なパートナーを持ち、社会インフラ整備には欠かせない特捜車のトップランナーと、現場でも話題になっている愛知コーポレーション証券コード6345の点検を行います。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。サクッと確認していきましょう。配当利回り 3% 以上に対し 4.93% で合格。 ROE10% 以上に対し 8.4% で不合格。自己資本比率 50% 以上に対し 81.2% で合格。配当成功 50% 以下に対し 59.6% で不合格。総じて収益性には少し課題を残すものの、圧倒的な財務の安全性と高い株主還元意欲が光る優良銘柄という判定になりますね。次に事業内容の点検、稼ぎの柱です。愛知コーポレーションの稼ぎの柱を確認しましょう。主力は売上のおよそ 74.9% を占める特装車事業です。トラックマウント式の高所作業車や穴掘り検注車などで、電力や通信のインフラ整備には絶対に欠かせない車両を作っています。国内シェアは6割を超え、圧倒的なトップです。そして隠れた第2の柱が構成比 23.6% の部品や修理などのサービス事業です。部品の販売や点検、修理などを手掛けており、全国200カ所以上の協力工場と連携して現場に密着した手厚いアフターフォローを提供しています。これが他社には真似できない愛知の強いブランド力と安定した収益基盤を支えているんです。続いて業績の軌跡点検、過去5年の推移です。過去5年間の業績のトレンドを見てみましょう。売上高は565億円から最新の2026年3月期で596億円と、緩やかながらもしっかりと推移しています。営業利益も68億円から75億円へ伸びており、2024年3月期には部品不足などの影響で一時落ち込みましたが、そこから見事に回復しています。長年にわたって営業利益率2桁を維持しているのは、高い技術力と現場に寄り添った開発力による強固な事業基盤の賜物ですね。次に財務の深掘り点検です。会社の健康状態を示す貸借対照表 BS を点検します。最新の総資産は928億円で、そのうち現金がなんと267億円も積み上がっています。有利子負債としては約2億円のリース債務が計上されていますが、267億円もの現金と比べれば誤差のようなもので、実質無借金という状態です。自己資本比率も 81.2% とまさに鉄壁です。特にすごいのが、直近にかけて約128億円もの巨額の自社株買いを行ったにもかかわらず、一切借金に頼らず手元資金だけで賄いきっている点です。どんな不況の波が来てもびくともしないタフな重機のような財務体質だと言えます。続いて還元一斉の点検、配当の推移を見ていきましょう。過去5年で34円、36円、40円、55円、60円と見事な右肩上がりで増配を続けています。さらに来期予想は65円と力強い増配の見通しです。会社は配当成功 60% 以上を基準とする強力な還元方針を打ち出しています。さらに素晴らしいのが自社株買いのその後です。同社は直近で買い付けた約1000万株の自社株を2026年2月に全て償却させました。これは発行済み株式の約 13.4% にも上る大規模なもので、買った株をそのまま消滅させたことで、私たちが持つ1株当たりの価値がしっかりと底上げされています。手元資金だけでこれだけの還元をやりきる点に、会社の株主への本気度を感じますね。次に直近決算と将来目標です。最新の2026年3月の本決算では
売上高が596億円で前期比 0.5% のプラス、営業利益は75億円で前期比 1.0% のプラスと、部品修理事業の好調に支えられ堅実な増収増益で着地しました。来期である2027年3月の業績予想は売上高が630億円、営業利益が79億円を見込んでいます。そして今後の成長において最大のワクワクポイントが、新たに筆頭株主となった伊藤忠商事とトヨタ自動食器という2社の強力なステークホルダーとのタッグです。伊藤忠商事の圧倒的な海外ネットワークとリース事業のノウハウをフル活用し、現在約 5% の海外売上比率を2029年度には一気に 20% 以上へ引き上げる野心的な計画を立てています。さらにトヨタ自動食器からは引き続きものづくりも強力な支援を受けます。伊藤忠の販売力で攻め、トヨタ自動食器の技術力で守りを固める、この死角なしの最強の布陣で2030年3月期には売上高830億円、営業利益140億円というこれまでにない大きなステージへと突き進んでいく非常に楽しみな銘柄です。続いてチャートと需給の点検です。直近の株価は1319円付近まで少し調整して推移しています。年初来高値の1475円からは150円ほど下落しており、これだけ財務も配当も良いのになぜ株価が上がらないのと思う方も多いでしょう。その理由は大きく2つあります。1つ目は業績の成長スピードがマイルドな点です。来期の純利益予想も 0.6% 増にとどまるため、爆発的な成長サプライズには欠けています。2つ目は PBR がすでに 1.13 倍と1倍を超えており、強烈な自社株買いも完了したことで株価の見直し買いが一旦落ち着いているためです。最新の信用倍率は 2.48 倍と改ざんは少し増えていますが、極端に重い水準ではありません。とはいえ見方を変えれば株価が過熱しておらず、配当利回りが約 4.93% という高水準で放置されているということです。下値はかなり硬いため、インカム狙いの投資家にとってはじっくりと仕込める良い環境だと評価できますね。最後に結論、のんびりの判定です。総評として愛知コーポレーションはインフラ整備に不可欠なトップシェア製品と鉄壁の実質無借金財務を持ち、自社株償却や高配当などの株主還元にも超積極的な長期保有にふさわしい有料高配当株だと判定します。具体的な指値としては、現在の1319円からもう一段下がり、配当利回りが 5% の大台に乗る1300円から直近の年初来安値である1260円付近で安全に拾っていく戦略が有効だと考えます。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら、忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。